じゃあ本題に入りますかね。今日のこの時間は生理学実習第2回の生理学実習ということで、望月が担当します眼球運動の、実習というか、こういう形ですけれども、なるべく、体験をしながら、皆さんに、眼球運動について学んでいただくというのが、この時間の目的です。で、眼球運動なんですけれども、その脳幹性の例えば拘束とか出血があったときに、どこに、障害があると、どういった眼球運動が障害されるというような関係があるので、神経眼科学なんてそういうものがあることからも分かると思いますけれども、眼球運動を手がかりに、いろんな神経性疾患の病巣、実習としてですね、クラスメートに目を動かしてもらって、それを実際に観察するというのを実習室でやりたかったんですけれども、今日こういう形ですので、一応生理学実習と名はついてますけれども、まずは、1コマ分ぐらいですかね、普通の講義と同じ分ぐらい、皆さんにその眼球運動に関するその基本的な解説というのを、普通の講義と同様に、私の方から、1コマ分ぐらい説明をしようと思います。で、聞いてるだけだとちょっとつまんないというか実習っぽくないので、そこは適宜、動画なんかを挟みながらですね、したのが、こちらの図ということになります。よろしいですか？いいですかね。で、ここまでは簡単ですかね。簡単だと思いたいんだけど、ここで、ちょっと問題になってくるのはですね、今言ってた働きというのは、あくまで目がまっすぐ向いてたときに、それぞれの筋の作用がどうなるかっていう話。こんな風に、上転下転動作、眼球を上とか下に向ける筋っていうのは、ワンペアずつあるわけですね。眼球を上に向ける筋って例えば、上直筋と下斜筋両方あるわけですけど、この両方をそもそも眼球が外向いていくか中向いていくかによって使い分けなきゃいけないということになる。よろしい？ここまでよろしいですかね。なんかこの実習ってこう時間が長いからゆっくり説明できていいですな。確認でしながらできるので、とても私はやりやすいんだけど、質問あったら随時してください。ここまでいいですかね。見るためには、眼球の動きをしっかり止めておかなきゃいけない。なるべく長い時間眼球の動きを止めておいて、外の世界をしっかり見たいんですけど、そうすると、その網膜の中で中心下に近いごくごくわずかなところしかしっかり見えないわけですね。高解像では見えない。だからその見ている位置をわずかに短い間、急速にキュッと動かしてやる。で、またすぐ止まる。で、しばらく止まってその位置を見終えたら、また一瞬だけキュッと高速に動いて、で、また止まる。こういうような目の動きを我々っていうのは日常的に繰り返しているんです。で、その動き方というのが、これから動画で見ていただこうというふうに思いますが、高速に動いちゃしばらく止まるというのを繰り返すことになります。動画あんまり滑らかに見えないかもしれないけど、さっき確認した限りでは割とそれなりに見えてるみたいです。どうですか？動画ちゃんと動いてます？これ今、この最初に出てきた絵画みたいな絵を眺めて、自由に眺めてくださいって撮った時の右目の動きを記録したカメラで記録したものです。そうすると、絵の表面を滑らかにその目を滑らせて見ているっていうわけじゃなくって、キュッキュキュッキュ細かく目が寄り目と離れ目だって言っちゃうと、バージェンスって寄り目ができるってただそれだけですねって聞こえちゃうんですけど、これ実際にはですね、我々がこの外界の中で、我々はその常に映画のスクリーンを見てるわけじゃないので、外の世界というのは非常に幅の広い奥行きを持っています。この奥行きの違うものに次から次へと注視を移すことができるというのは、バージェンスと呼ばれる眼球運動のおかげなんです。今までの、この前半戦の時間で、眼球運動の、いろんな種類の眼球運動があるねということを、大雑把に経験していただきました。で、ここから先は本当だったら皆さんに、こんな実習をさらにしてもらいたかったんですよという話をするんですが、そもそもなんでそうすると、考えてみると、例えばこういう網膜像が見えてたとして、
で、特に、目を動かそうとも何にもしなくても、我々の目というのは勝手にキュッと一瞬動いて、ちょっと別の位置を見るということをしている。で、このキュッと動いてっていう、キュッて動いてる間は、その網膜上の網膜像、網膜に映ってる映像というのは、ブレブレになってるはずじゃないかという疑問が浮かんできますか、皆さん。浮かんできませんか。よくよく考えると不思議じゃないですか。そうやって目が動いてもビビらないように、脳はもうそれに慣れてるんじゃないのということが、一つ可能性として考えられるかもしれません。ただ、実際そうかっていうと、そんなこともなさそうです。例えば、ブラウィッチプロジェクト知ってます？ホラーの古い映画で申し訳ないけど、ホラー好きな人は知ってるかもしれない。で、これなんか一人称視点、その大学生が体験したホラードキュメンタリー風っていうホラー映画で、ハンディカメラの映像をなんかうまいこと使って作ったっていう、ホラー映画で、あとなんか数年前に流行った映画でいうと、カメ止めってありましたよね。これ長回しの表現として手ぶれが入ってくるんですけど、そのカメラの手ぶれが見てると気持ち悪くなるとかっていう話よくあったし、ブラビッチ、これ、デラックス版のキャッチコピー、怖くて目をつぶれないっていうキャッチコピーだったんですけど、怖いかどうかは別としても、私、ブラウィッチの映像を見てると、気持ち悪くて目つぶりたいっていう、そんぐらいの感じで、何が言いたいかというと、くる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 、ビデオの映像が動いてると、それ、見てらんないんですよ。典型的にはですね、子供にビデオカメラ持たしてみると分かります。子供が持ってて、そのくるっくるくるっくる振り回したビデオカメラの映像って気持ち悪くて見てらんないです。だから、脳がその高速にくるっくるくるっくる視点が変わっても全然大丈夫なように、脳っていうのはもうそういう視覚刺激の動きに慣れてるんじゃないのっていうと、そんなことはどうもないみたいです。そうだったらカメ止めに気持ち悪くて見てられませんみたいな酷評がつくはずはないと思うんで、内容が楽しいかどうかでをまとめると、揺れてるビデオ映像っていうのはちゃんと揺れて見えます。あるいは外的に目を揺らしてやる、で網膜を揺らしてやると、世界が揺れてるように見えます。だから網膜像が小刻みに揺れたら世界が揺れて見えるはずなんです。じゃあ毎秒2回も3回も錯径度で目を動かしてる。その時にこまめに網膜像が一瞬ブレてるはずの、その時っていうのは、その揺れというのは、この上のケースと何が違うんだ。ぼちぼちいいですかね。投票終了しましょうか。よいしょ。ということで、皆さん結果の共有どうですか？大多数の人はやっぱり見えなかったみたいで、見えたっていう人も、そのぐらい、このぐらいの割合だったら、いるかなと思います。見えるという人も、中にはいるんですけど、かといって、大々的に右から左へキューッと動いてる全体が見えるということは、なかなかないんじゃないかと思います。で、多くの人は、左右見てるのに、自分をじっと鏡から見返してきている、止まっている目しか見えなかったんじゃないかと。で、3% の方は我が家には鏡がありません。やる気がない方はいなかったようで、私は一安心ですが。なので、そんなに難しいグラフを作る必要はないんですが、どうでしょうか。できそうできなさそうな人が、皆さんのがどのぐらい表計算ソフト使えるかどうかもわかんないので、ちょっと今データを保存するなりなんなりして、各自いじってみてください。で、例えばですね、Excel で、この思考でできなさそうです。全く Excel 使えない人はちょっと困りますね。じゃあもう一度、データをどういうふうな感じでいじるのかということをちょっと説明してみますね。例えば、この1回目のチャレンジの時、目で見れば C って出た文字を C って答えたから合ってたんだなってことは分かりますが、これ Excel で自動的にやってもらいたいですね。計線ってどうやって引くんじゃったっけか。Excel の使い方とかは多分皆さんの方がうまいぐらいだと思いますよ。研究してるとね、Excel 使わないの、全部プログラムでやるようになりますので、
Excel の使い方は、レポートとかで鍛えられてる皆さんの方が、よっぽどうまいんじゃないかと思います。あんまりね、そのExcel 使い、Excel のプロになってもね、まあ、いいことはあんまりないので、Excel を使いこなせというつもりは私は、Excel 私大嫌いなので、別にExcel で難しいことをできる人が偉いというつもりは全然ないですが、本当に実習室でこういうデータやってるときはやっぱりできる人とできない人いるから、それでなんかクラスメート同士で教え合ってとかっていう風にできるんですけどね、なかなかリモートだとそうもいかないかもしれないけど、まあ LINE なりなんなりでみんな相談しながらやるでもなんでも。ほい。それじゃあ、ぼちぼち、終了することにしましょうか。まあ、レポートの提出期限、まあ、今日いっぱいということで、23時59分まで余裕見てますので、なんか最後に質問しようとした人、何なんか、先生っていう先生だけ書いてきた人、質問があるなら、はい。はいはい。あ、別の人が何か言ってる。グラフ設定の縦軸が、その、みんな突然片言みたいになったのはどうしたんですか？はいはい。提示